小さな宇宙人。水中から UFO がゆっくりと上がってきた。黄色いスポットライトを浴びて、体が上空に上がっていくのを感じた。突然、足がふわっとした床の上に降り立った。操縦室には3つの椅子があり、ケーキ板やいくつものスクリーンがあった。わあ、すごい。下を見てごらん。温泉場の数千メートル上空にいる。やっほー、最高だ。下からこの円盤は見えないの？アミはケーキ板のランプを指さしながら、ここのランプに光がつくと、我々の円盤は誰にでも見える状態になる。今のように消えているときは誰にも見えない。へえ、うまくできているんだな。でも、下から見えたらいいのにな。勝手にそうするわけにはいかないんだよ。みんなに見せていいか、いけないかの決定は、救済計画の決まりに従って決定されるんだ。それは、この銀河系にあるスーパーコンピューターが決めることなんだよ。この円盤はスーパーコンピューターとつながっているんだよ。ところでどこか行きたいところはない？じゃあ、首都がいい。僕の家を空から眺めてみたいから。わかった。じゃあ、行こう。アミはいくつかのコントロール装置を動かし、はい、と言った。窓から途中の景色を楽しみたいと思っていたら、あっという間に着いてしまった。100km を移動するのに1秒すらかからなかった。我々は普通、飛行するということはしないで、位置する。これは座標のことなんだけど、飛行することもできないわけではない。円盤は夜空の星と街の明かりの間をゆっくりと音を立てずに進んだ。僕の家が見えてきた。空から見るのはまた格別なことだった。昼でないのが残念だな。じゃあ昼間にしようか。でもいくら君の力でも太陽を動かすのはちょっと無理だと思うけどね。それともそんなことまでできるの？もちろん太陽を動かすのは無理だけど、僕たちが動けばいい。そう言ってアミは操縦桿を動かした。円盤は凄まじい速さで動き始めた。アンデス山脈の上をほんの3秒で飛び越した。僕たちは東の方へ進んでいる。陸地が見えてきた。太陽はかなりの速さで昇り始めた。それは本当に想像以上の景色だった。今、どのあたりにいるの？アフリカだよ。アフリカ？でも、ほんの1分前くらいには南アメリカにいたじゃない。君が昼間にこの円盤で飛んでみたいって言うから、昼間になっているところに来たまでの話だよ。突然、スクリーンに妙な記号が現れた。指令が入っている、とアミが言った。
スーパーコンピューターがどこかの誰かに円盤を目撃させるようにと指示している。へえ、それは面白いな。でも、どこの誰に？わからない。とにかく、スーパーコンピューターの指示に従おう。もう着いたよ。瞬間移動システムを使ったのだ。僕たちは森林の上空50メートルくらいのところに停止している。表示ランプはついている。それは僕たちが誰からも見えることを示していた。あたりは一面深い雪で覆われていた。ああ、ここはアラスカだ。アミが言った。太陽が徐々に近くの海に沈み始めた。円盤は色を変えながら空中に大きく三角形の形に動き始めた。どうしてそんなことするの？印象づけるためさ。あそこにいる人の注意を釘付けにするためにね。遠くの木々の間に茶色のコートを着て猟銃を持った男が見えた。とても驚いている様子だった。こちらに向けて銃を向けた。僕は怖くなり、弾が当たらないように思わず身を伏せた。怖がらなくても大丈夫だよ。この UFO は銃弾やそれ以上のものにも耐えられるようにできているからね。僕たちは高く上に登り、たくさんの光を放った。この男がこの出来事を一生忘れないようにする必要があるんだ。でも、どうしてこの男がこの円盤を目撃する必要があるの？それは僕にもよくわからないけど、多分彼の話すことは彼の周りの人とか、あるいは彼自身にとって重要な意味を持つことになるのかもしれない。ちょっとセンソメトロ、感覚計を当ててみよう。別のスクリーンにこの男が映った。するとほとんど透明で胸の中心に黄金色の光がとても美しく輝いている。この光は一体何なの？彼の中にある愛の量とでも、いやいや、少し正確でないな。彼の愛の強さとでも言おうかな。また、それと同時に、その人の進歩度をも表しているんだ。彼の場合、750度ある。それはどういう意味なの？とても興味深いな。どうして？彼の進歩度は地球人にしてはかなり高いレベルなんだ。進歩度？けだものに近いか天使に近いかの度合いのことだよ。アミは熊にセンソメトロを当てた。胸の光はさっきの男よりずっと弱かった。200度だ。次に魚に当ててみた。光はほんのわずかだった。50度だ。現在の地球人の平均は550度で。アミ、君は何度なの？
僕は760度だ。あの男よりたった10度上なだけなの？当然だよ。我々はほとんど似たようなレベルだよ。でも君は地球人よりずっと進歩しているはずだよ。同じ地球人でも320度くらいから850度くらいまでと開きがあるんだ。じゃあ中には君より高い度数の人もいるの？もちろんさ。僕の有利な点は地球人の知らないことを知っているということだ。でも地球にはとても貴重な人がいる。教師、芸術家、看護師、消防士。消防士？そうさ。だって人のために自分の命を危険にさらして働くことはとても立派なことと思わないかい？ああ、そう言われてみれば確かにそうだね。でも僕のおじさんは核科学者でとても立派な人のはずだよ。多分有名だろうね。君のおじさんは核物理学のどの分野に関わっているの？新しい兵器の開発に関わっている。超音波光線の。もし神を信じずに兵器の開発に関わっているのだとしたら、かなりレベルは低いと思うよ。でも僕のおじさんはとても賢い人だよ。ペドリート、また物事を混同しているね。君のおじさんはたくさんの情報を持っている。でもそれが必ずしもインテリとは限らないんだ。コンピューターはたくさんのデータを持っている。でもだからといってインテリというわけじゃないだろう。自分が落ちる穴を知らないで掘っている人間が賢い人だと言えるかい？でも武器はそれを褒めたたえる人をいつか裏切るようになるんだよ。アミの言っていることは僕をあまり納得させなかった。僕にとっておじさんは英雄であり、そしてとてもインテリなんだ。君のおじさんは頭の中に優れたコンピューターを持っている。単にそれだけのことだよ。地球ではインテリとか賢者とか言われている人は単に頭がいい人を意味している。それは我々の持っている一つの脳だ。しかし我々は脳を二つ持っているんだよ。一つは頭。これは言ってみればコンピューターで地球人の知っている唯一のもの。でも胸にもう一つ別の脳を持っているんだ。目には見えないけれどちゃんと存在しているんだ。こちらの方が頭よりも大切で、あの男の胸に輝いて見えた光のことだ。我々にとって本当のインテリとか賢者とかいうのは、この二つの脳の調和が取れている
人のことを言う。つまり頭の脳が胸の脳に尽くしてあげるということだよ。知性の発達は情緒の発達と調和をもって進んでいくべきなんだ。こうやってのみインテリとか賢者というものは作られていくんだ。こうやってのみ胸の光は育っていくんだよ。アミ、僕、一体何度くらいあるの？それは言うことはできないね。どうして？もし度数が高ければ、多分君はうぬぼれるだろう。ああ、そうか。もし反対に低けりゃ、とても嫌な気持ちになるよ。じゃあもう行こう。と言って、アミは操縦桿を動かした。